ティーブ、日本は終わりだよ。ってよく言われます。本当なの？もう手上げなの？スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日のトピックは始まる前にお知らせがあります。12月11日20時より特別な、セミナーというかオンラインでやります。トランプ2.0。トランプ再選後の未来っていうトピックについて表では言えない。私は専門家ではありませんが、普通の人の意見、普通の人の視点から言わなきゃいけない。気づかなきゃいけないことがいろいろあるので、ぜひお付き合いください。限定公開になるので、事前の登録が必要になります。登録のリンクがここにあるのと、下の説明欄にあるので、お早めに、無料なんですが、お早めにのサインアップをお願いいたします。いや、スティーブさん、日本は終わりだよ。知り合ったばっかりの人たち、もう日本が終わり、もう終わりっていう言葉はよく耳に入ってくるんですが、信じたくないんですよね。そんなに簡単にもう日本は終わり、もう手上げだっていうことが正直にショックなんですよね。日本大好きな人、日本に対する愛国心のある人にも言われるからこそ気になることがある。日本大好きなアメリカ人として遠くからいつも日本を見てアメリカに住みながら。今、過去のアメリカの4年だけじゃなくて、アメリカはね、変な方向になってしまったことがあるんですよね。アメリカ人としてそれも見てすごい嫌になった。で、だからってその間で俺、他の人って、いや、もうアメリカが終わり、もう手上げ、もうやってられない、もう終わりですという気持ちは正直にあると思うんですが、そんなに簡単には言えないな。言えない。これ何？手上げして終わりだったらもう何のために日本人でいるのか、アメリカ人でいるのか、何のために我々がいるのかっていう話になるんですよね。国のために我々一人一人立ち上がっていろいろ見て、なぜこうなったのか、なぜこんな変な風になってきたのかということを見て、もう終わりですじゃなくて、我々は責任取らなきゃいけないと。我々を選んだ政治家などのそのエリートと呼ばれている政治家などの人たち責任を取らすことが我々の仕事なんじゃないですかと。ということが私にはその気持ちがあります。だからこそ自分も1年ぐらい前まで絶対言わないようにしたことを言うことにしたんですよ、このチャンネルで。車好き、日本食好き、アメリカの文化と日本の文化好きな俺から見ると、まず国がなければ自由な国、言論の自由の国、元気な国、再び偉大な国になることがもう希望なんですよね、アメリカ人として。日本人もそうだと私は信じたいですよね。終わりじゃなくて、手上げじゃなくて、自分たちも国のために、やっぱり方向が変な方に行ってしまったからこそ自分たちはもっと一人一人は責任取らなきゃいけないなっていう気持ちになったらいいなっていうことを私は感じます。80年代に初めて日本に興味持つようになったのは大学生の時だったんですよ。ビジネスの専攻。これ1988年の大学でビジネスの専攻でビジネススクールに入ろうとした時に日本についてもいろいろ教えられたんですよね。その時にちょうどその前ぐらいから出版された Japan as No.1 という本があって、そのタイトルだけで、そしてその本の中身をいろいろ読んでみると、日本はすごい国だなと、本当にそう感じましたよ。それまで全く興味がなかったんだけど、一気に興味持つようになった。なぜかというと、戦後の日本が戦争からわずかの時間で世界一の電気家電メーカー、自動車メーカーなどなど、それまではアメリカが仕切ってて、アメリカしかなかったような産業に日本からすごいいいもの、最初は認められなかったかもしれないけど、努力して全世界にメイドインジャパンということをアピールできた日本。アメリカの人口の半分以下の日本。日本の領土もアメリカと比べてわずかしかない日本。資源のない日本はどうやって世界一の
このレベルにできるのか。これはもちろん日本はすごいんだけど、日本人がいなければ、日本人の働き方、考え方、国のために頑張ろうという、会社のために頑張ろうという、個人個人よりもグループとしては頑張ろうという気持ちを見て、すごいなーって。その本、Japan as No.1 という本に書かれた通り、我々、アメリカ人も日本を見て見習わなきゃいけないところがいっぱいあります。その時から、わずかの30年、40年後に、今の日本はどうなっているのか。なぜこんなに変わってきたのか。なぜ世界の1位になる国から下がってきたのか。ということを私見て、なんかできることがあるんじゃないか。もう終わりですじゃなくて、どうやってみんなの考え方、お互いに日本の再び Japan as No.1 にできるのかっていう気持ちはどっかにあると思いたいですよね。日本でよく言われてる失われた30年。私はね、90年代の初期の最初の方に日本に始めていたので、日本のバブル時代のそのあたりのことを自分の目で見ました。すごい時だったんですよね。金の使い方は半端なくて、海外に行ったら、ブランド品、ブランドショップ、いろんなところでもうロッカフェラーセンターとか、もう海外の有名なの建物とかの都市とか、海外進出とかっていう日本の動きがすごかったんですよね。バブル弾けてから、この失われた30年は、そのうち40年、失われた50年とかにならないように、今のうちにやらなきゃいけないんじゃないかと思います。日本大好きなアメリカ人として一つ、アメリカでもう真似してはいけないところいろいろありますが、ちょっと日本で真似してほしいところがありますよね。アメリカ人の国民、今回の選挙を遠くにある日本からアメリカを見て、一人一人の国のためにやらなきゃいけない気持ち、目を覚めて今まで気づかなかった。ずっと言われてきたことをずっと信じてきた人たちが一気に、なんかおかしいんじゃないかっていうことを一人一人の力になって選挙まで行って投票して声を出せるようになってダメって。で、もう政治家などの人たち、自分たちはボスなので選んだ人たちに責任を取らすという行動、このムーブメントも日本人にぜひ見ていただきたいですよね。手上げじゃなくて終わりじゃなくて日本も終わりだという気持ちが理解できるんだけど、理解できないな。理解できない。わかる。簡単なんだけど終わりっていうの。そうなっちゃうと、何があるの我々の趣味。車も終わりだよ。楽しいことが終わりだよ。海外に行くことも終わりだよ。日本は日本人の今までの伝統、文化などの日本にしかなかったことがパーに消える。もう見えてるでしょ？なくなります。日本独自のいいところ。我々も海外から日本を見て、惚れるところ、見習わなきゃいけないところ、素晴らしいなと思うところが消えてしまう。それを守る価値、守ることが必要なんじゃないですか。もう日本人として。私も手伝いたいぐらいで日本人じゃないんだけど、日本好きな外国人から見ると、どう見ても日本があんまりにも急激に変わりすぎている。移民のこともあるし、治安のこともそこからあるし、昔にあった伝統、昔にあった日本にしかないおもてなし、いろいろなところがなくなったら、何のためなんでになって振り返ってみるともったいなかったなっていう日が来ないように願っております。昔は良かったな、日本はいい時があったなって言ってよく言われますよね。昔もね、そうだったかもしれないんだけど、これから、これから、これからいい時代が来る。この30年は来年頑張ろうとか忘年会の時にもうみんな言ってきたんだけど、力は足りないんじゃないですか。みんな一人一人の国のための。今までじゃなくて昔は良かったなじゃなくて、これからは日本はどうなるのか、どうなれるのか。アメリカもできるなら日本もできる。日本人の国民性、俺は知ってる限りは、日本のためにグループとして一生懸命やらなきゃいけない人がいます。その人たちもう出てきてくださいよ。リーダーになって他にも見せて日本人としてプライドを持つこと。日本の国が
あっちの方に行かないように、変な方向に行かないように取り戻すこと。そのムーブメント、その気持ちが、アメリカから少し見習ってください。もう習ってはいけないところ、本当にいっぱいあるんですが、ここだけはね、この気持ち、もうぜひ習ってください。我々に今回の選挙の結果で希望できました。これからの4年、本当に気持ちが一気に変わったんですよ。もちろんトランプはリーダー、トランプは大統領。でもトランプの後ろに、ペイトリオットと呼ばれている愛国心、アメリカは大好き、アメリカはラブをしている、私も含めて国民がいます。サポートします。アメリカファーストは当たり前なことです。日本ファーストは当たり前なことだと思います。Japan as No.1 という日が私に言わせるとまた来る時があると感じます。手上げじゃなくて、もう終わりです。もう日本は終わりっていうのは言わないようにしよう。それ手上げてもう終わりだって言ったらもう舐められやすくなるし、やられやすくなるし、日本人ももう諦めてるからっていうことになるのは、振り返ってみたら決していいことではないと思いますよね、これは。日本人じゃない私からこう言ってくるのはなんか変なところあるかも。申し訳ございません。そういうなんか上から言ってるというあれじゃなくて、日本好きだから同じ目線で、同じレベルで、同じ愛国心のある人として、日本人の友達、友人、日本っていう、私は大好きな国のために言わせていただいてます。お互いに頑張りましょう。日本とアメリカ、いつも日々前進前向きにサムズアップ的にやっていけば、またいい日、Japan as No.1、アメリカ as No.1 という日がまた来ると私は信じていますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。セミナーの方の登録を下の説明欄にあるので、ぜひ登録をよろしくお願いします。そして、スティーブ的店のグッズは stevepov.jp と Amazon Japan にあるので、新しい商品今ちょうど作っているところなので、これからお楽しみにしてください。今もいろんなステッカーとかなどのものがあるんですが、新しいものが間もなくできますので、お楽しみに。最後に、スティーブ的店のメンバーズクラブ、メンバーの方もいます。いつも感謝です。絵文字、バッジ、そして商品の割引券と限定動画の特典があるので、よろしかったらチャンネルメンバーシップの方もご検討ください。じゃあ、また次回までいつも前向きにやっていきましょうね。よろしくお願いします。では、失礼します。